今日は土曜日で子供たちがパパの家に遊びに行ったので、明日の夜までは私の自由時間です。でも同じ絵の繰り返しになっちゃうので、一部だけ切り取った形にはなっちゃうんですけど、一シングルマザーの地味でリアルな1泊2日の自由時間をお届けします。でまず子供たちが出て行って一旦昼寝して、今家事しているところです。でこの洗濯畳んでる間、私は今からお酒を飲むか夜ドライブに行くかしか考えてないですで悩んだ結果、早めにドライブに行って、街の夜景を楽しみながら帰宅してお酒飲もうと思っています。せっかくこんなゆるい動画を作ったんで、今日はだらだらおしゃべりをしていきたいと思います。動画付きのゆるいラジオだと思って聞いていただけたら幸いです。皆さんは子育てで悩むことありますか？どんなことで悩みますか？2年前ぐらいに人に聞かれて気づいたことがあって、子育てで悩んだ時誰に相談してるのって聞かれたんですね。でその時に初めて相談するほど悩んだことないなってことに気づきました。で悩むこと自体はあるんですけど、思い出せるようなことはなかったですねで1人目の時からそうで、よく1人目って神経質になっちゃうとか言うじゃないですか。でも多分1人目の時から2人目ぐらいの感じのゆるさで過ごしてたと思います。ほんとそういうのが多くってドライだなって思っちゃうんですよね。自分なりには愛情満点なんですけどね。でもいろんな人と比べたら私ってすごいドライだなって思うことが多いです。それなんで頑張りすぎて疲れている方がこんな人間もいるんだってほんのり肩に乗ったものが軽くなればいいなと思いますで改めてなんでこんな悩まないんだろうって考えたら、子育てって昔から悩み大体一緒じゃないですか。大まかなものは。で小さい頃から大人の話とか大人同士の話とかなんとなく耳に届くことってありますよね。そこで結構一人目の時は神経質でとか、あと今こんな反抗期でとか、いろいろな話を聞いていって、そういうの蓄積してる、頭の中に多分蓄積してるから、自分が悩んだ時にこれみんな悩んでるんだろうなとか、みんな解決してきたことなんだろうな、じゃあそんな悩まなくても平気ってことだなみたいなそういう感覚になっちゃうんですよね。多分私には解決策は思い浮かばないけど、多分探せば解決策があるってことだなみたいな。こんだけの人生時代で子育てしてる人がいるわけだから、多分探せば解決策があるんだろうから、そこまで悩まなくてもいいかなとか。でよく1人目の時はいろいろやったけど2人目3人目になると適当になるよとか言うじゃないですか。で私自身3人兄弟の末っ子で、上の兄弟より多分適当ではあったと思うんですよね。そこまで面倒見れないだろうし、でもここまで過ごせてこれたので、それを自分がもう3人目として育ってきたものを見てきてるので、そこまで手をかけなくても大丈夫だよみたいな、まともに育っちゃいないんですけど、まともに育たなくても悪いことしないで過ごせてるよみたいな、ちょっと変な自信になっちゃってるんですよね、多分その経験が。だからここからは、こんなドライな私でも自分なりに意識してることとか、どういうふうに過ごしてきたかとか、いろいろ話していこうと思うので、誰かの何かのお役に立てれば幸いです。でまず私面倒見が良くないんで遊び相手ができないんですね。
で小さい時からおままごとは寝てる人の役とかテレビ見てる人の役とか自然体でいてその役に成り立つものをチョイスしてました。提案してました、子供に。 OK、 じゃあテレビ見てる人やるねみたいな。で赤ちゃん言葉も本当に赤ちゃんの時から一回も使ったことなくて、でなんか生まれたての時とか喋れない時にいっぱい喋ってあげるといいよみたいなあると思うんですよ。なんだ脳科学とかそういう観点から見ても多分いいんだと思うんですよね。でも私はもうほとんど喋らなかったし、顔見てニコとかするって自分でできそうなことはしてましたけど、喋るっていうのはちょっとその時の私にはできなかったので、苦手だったんで無理にやろうとは思いませんでした。で声のトーンは赤ちゃんの時から今の今まで常にテノールで接しています。もう低すぎてなんか生活音と一体化しちゃうみたいで、私の声が子どもたちの耳まで届かないことも多々あります。で小さい頃から公園もそんなにまめに行ってあげてなかったし、児童館は誘われて3回くらいしか多分行ったことないし、それを気にしたこともなかったんですね。お友達作ろうとか、作る時が来たら作れるだろうみたいな感じで思ってて、ただその代わりに私ができることって言えば、自分がテンション高い時にふざけたりとかだったらできるので、ちょっとふざけて笑わせたりとか、そういうのが、1秒でも自分のできる範囲で貯金じゃないですけど積み重なっていけば十分かなっていう気持ちでいます。無理しても、関わるのは私だけじゃないし、どんな環境でもオリジナルに育ってくれると思うので、私は私のできる範囲の愛情を本当に少なくてもいいからできる分だけすればいいのかなって思っています。で自分にできないこととか自分が持ってないものを出そうとするとかえって多分イライラしたりモヤモヤして当たってしまったり何かに出てしまうと思うんですね。で子供たちにとってもだったら普通でいてくれた方がマシってなっちゃうと思うんですよね、うちの場合。でこれからの人生きっといろんな人と出会うんで、私は一応親ではあるけれども、親も人生の中で出会った一人の人物、一人の人間の一例として学んでくれればいいと思っています。で子どもたちと接する中で言葉とかいろいろ行動とか、悩むことっていろいろあると思うんですけど、基本的にはいつ私がいなくなっても自分の力で生きやすいような考えにつながるように心がけているんですね。でいつ何があるかわからないっていうのは悲観的にではなくて本当に事実じゃないですか。いつ何があるかわからないっていうのは。だからそれをもうしっかり自分の中に忘れず持つようにして、あとは何が起こってもこういうことも人生であるよっていう感じで、その時こうするとちょっと楽だよって私が知ってるような考えを伝えるように心がけています。でそういうのを教えられるタイミングって日々の中でたくさん落ちていて、例えば子供が何々ちゃんに嫌なこと言われたとか相談してきたとしたら、あなたが楽しい嬉しいって自由に言っていいのと同じで、みんなどんな言葉を使ってもいいんだよって、自由なんだよって、それを嫌だなって自分が思うんだったら離れるのも自由だし、それでも一緒にいるっていうのも自分で選んでいいんだよ。それに嫌なこと言ってくる子だって
本当にそう思ってるかって言ったら違うことも結構あるしねみたいな感じで、なんとなくこうヒントを与えるような感じで、あとは受け取り方なんで自分で咀嚼してもらえればいいかなとは思うんですけど、私の分かる範囲で教えるように、教えるチャンスとして出来事を見ています、いつも。でとにかく一番気をつけてるのは人を嫌いにならないこと。人生で一番しんどいのって多分自分が人を嫌いになることだと思うんですよね。だってずっと自分じゃない誰かに時間を使ってて、それが幸せな気持ちだったら素敵だと思うんですけど、自分の大切な時間を人のイライラとか人に対してのイライラとかに使わなきゃいけないっていうのは本当に心身ともに疲れると思うんですよね。だったら誰かに嫌われてても自分は誰も嫌ってない状態でいた方が幸せだと思ってるんですね。結局相手のことを嫌いにならなければ、それさえしなければ本当の意味で自分が嫌われるってことも多分ないですしね。一見嫌われてるような態度取られることはあるかもしれないけど、自分が相手を嫌いにならなければ伝わると思うんですよね、相手にもある程度。それで無理なら別に一緒にいなくたっていいわけですしね。わざわざ好きになる必要もないとは思いますけど、無理せずって感じです。でドライなんで好きじゃないことをはっきり私は言うようにしてるんですね。それは好きじゃないとか、でもその分いいと思ったこともはっきり言おうっていうのは心がけていて、子どもたちを動かそうとして何かを言葉をかけるんじゃなくて、無理やり褒め言葉使うとかそういうのはいらないと思っていて、ただ思った時に思ったことを言うっていうのを心がけています。人ってこの人のここ素敵だなと思っても伝えなかったりするじゃないですか。でもそれってすごいもったいないなって思っていて、思った時に伝えればどんどん信頼は高まるじゃないですか。嘘じゃないわけだし、勝手に積み重なっちゃいますよね、ただ言ってるだけで。でそういういいと思ったことを伝えないっていうのを癖にしちゃうと、多分いいところを気づいても言うのをサボっちゃうんですよね。心の中で素敵だなってせっかく思っていても。だからもうそれは癖になるようにしています。可愛いねとか嬉しいとか、もちろんありがとうとかもですけど、何でもですね、それよくできるねとかすごいじゃんとかもそこまで言わなくてもいいかなっていうところでも思ったんだったら伝えるようにしています。で塵も積もれば山となるって言いますけど、本当塵と一緒で、放っておいても人のいいところって毎日どんどん本当は出てくるじゃないですか。ただ嫌なところは口に出したり態度に出したりしやすいけど、いいところって言わなくても相手に分かる気がして伝えるのを怠るし、口に出すっていうのを癖にしない限り言いづらくなるだけじゃないですか。だから嫌なところをはっきり言うのもいいけど、そこをはっきり言うんだったらいいところもいちいち伝えていきたいなと思っています。あ
とは怒ることとかって結構議論になりがちじゃないですか。こうに怒るといいとか、こうに怒るとダメとか、でもそういうのに疲れたらもう怒りすぎたら謝るでいいと思うんですよね。いろいろ考えるのが疲れたら、怒りすぎたら謝る。強い口調だったとしても言ってることに嘘がないんだったら強く言ってごめんねみたいな感じで言い方について謝ったり、で言葉自体も言い過ぎてちょっと嘘とかがあったんだったら嫌な気持ちになって思ってないことまで言っちゃったごめんねとか、もう毎回じゃなくていいんで、言える時だけでもそういうの正直に伝えるだけで、なんか大人って完璧じゃないんだなっていうのを学べるチャンスにもなると思うんですよね。自分が大人になった時にも他人が何か言ってきたとしても、これはイライラして言い過ぎてるだけかもしれないなとか思えるようになったり、本当は謝って仲直りしたいと思ってるかもしれないなって人を許せるきっかけにもなるかもしれないんで、自分自身も完璧でなくてもいいかって思えるようになるかもしれないですしね。っていうか自分が大人になってやっぱり気づくんですけど、結構立派に見える人でも実際大人って年齢だけで、年齢の数字だけでみんな漢字知らなかったり言葉知らなかったり計算できなかったりするじゃないですか。ただ調べるのはもちろん上手くなっていくから、調べればその時その時でいろいろ解決していけることが増えるから手段が増えるっていう感じで、あとごまかすのが上手くなっていくっていうのはあると思うんですけど、本当はみんな知らないことばっかりだし、それでいいんですよね。なのになんかできなきゃいけないと思っちゃったり、周りはなんかできてるように見えたりとか、だから自分のことを追い詰めちゃったり、実はそんなにみんな変わんないのになんかそこに気づけないというか、だから今子供たちに大人のダメなところを見られたっていう時はある意味チャンスで、人間ってこういう感じだよっていう一例を見せられる貴重なシーンだと思うんですよね。余裕があればむしろ怒ってしまった時に仲直りの仕方を教えるための時間だと思って接したり、経験値増やせてあげてよかったかもしれないなって思えるくらいの方が穏やかな日々につながっていくと思うんですよね。貯金みたいな感じでできる時にできるだけやるだけでもだいぶ子供への信頼とかも変わってくるんじゃないかなと思っています。で、私昔から物事をすぐに忘れちゃうんですね。大人になった今でも。だから保育園とか学校のこととかすぐにメモかなんかにしておかないと一生思い出せないんですよね。で、仕事ではそういうことがないようもうメモ帳脳みそとしてフル活用するので、仕事ではそういう失敗はそんなにないんですけど、全くないわけじゃないんですけどで、うちの子どもたちはそういう保育園のこととか学校のこととか私の多くの失態を見てきてるんですね。私被害者でもあって、例えば小学1年生に上がる前の親だけ行く学校説明会とか、そういう大事なものに行くのをすっかり忘れてたり、夏休みの宿題提出日に登校させるのを忘れていたり、あとひな祭りとか節分の日とか式のイベントとかも普通に飛ばしちゃったり、他にも数えきれないほどあるんですけど、でもとりあえず愉快に育ってるんですね。逆にちょっと許容範囲が広いというか、そんな毎日に慣れちゃってるからある程度のことは許せる人間になってるというか、そんなダメダメな親でも全部が悪い方に作用してるわけでもないんかなっていう感じなんですよね、見ていて。自分で言うなって感じですけど、なんかせっかくもう
この母親から生まれてきちゃってるんで、こんな私からも何か学んでもらえたらいいなって思いながら過ごしています。そのままの私でね、偽ることはできないので、このままの私で何か学んでくれたらいいなっていう気持ちでいます。あとはこんだけの失敗いろいろ見てきてるので、ちょっとやそっと失敗しても大体のことはなんとかなるんだなとか、多分そういうちょっとした見本にはなってると思うんですよね。ちゃんとしてたらそっちの方がいいとは思うんですけど、もうその見本は見せられないので、ちゃんとしてるっていう見本はなんで、うちはうちでいいかなって思っています。で、私が子育てをする中で本当に気をつけてることは自分を責めないことなんですね。特にシングルマザーなので、自分を責めると自分に余裕がなくなるじゃないですか。自分しか子供を守る人間がこの家にはいないのに、自分が切羽詰まったらもう終わりなんですね。だから子供を守るために自分は責めない、責め続けないってことですね。反省したり直したりするのはいいけど、責め続けないっていうのを気をつけています。で、そもそものスタンスとして分かりやすいんで、動画内では子育てって言ってるんですけど、私自身は誰かを育てられるような立派な人間ではないんですね。聞いていて分かると思うんですけど、だからもう最初から育てようとは思ってないんですね。ある意味育児放棄ですね。子供は勝手に育つから、私は私のできることだけをする、愛情を持って私なりにっていう感じですね。で、子供たちにも大人になるって楽しそうだなって思ってもらいたいんですよね。なるべく子供のリズムに合わせてあげられて、それが自然体にできればそれが一番理想なんですけど、私はどうしても嘘がつけず長く続かないので、だったら今の自分にできることをできる範囲でやるしかないかなとか思っています。私は私の自然体でできることだけ、それだけで十分かなって思っています。そんなに知っていることとかも多いわけじゃないんで、34年間生きてきてちょっと知ったことを教えるくらいしかできないので、というかどちらかというと子供から教わることも多いので、教え合って過ごせていけたらいいなって思っています。私も子供も勝手に育ってるっていう、そういうところにお互いがそれぞれのできることでサポートし合っていくスタンスでやっていきたいと思っています。きっちりやるのに疲れたらこんな人間もいるよってことで、ちょっと肩の力を抜くお手伝いができたら幸いです。ということで、我が家の愛おしい怪獣たちが帰ってくるので、そろそろ家に帰ります。おかえり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 。